あれ？アミさんがその話してる最中にその後ろのあたり光ってるあたりわかります？もしかしてタイミングがあるのかもしれない。涼しいですね。そうですね。7月夏とは思えない。確かに真っ只中なのに。本当ですよね。なんで？あれ？閉まってる。この先。こうなりましたか。そうです。まあ有名ですけどね。また一つなくなりました。本当いつまでもあると思うな親と心霊スポットです。まさにです。レビューもいただきます。仕方ないですよね。そういう周りの方のねご迷惑になるような行為を。だからもう行けないので諦めてください。お願いします。はい。ということでね、残念ながら肌トンネル行けなかったんですよね。行きたかった。いやー、そうですよね。でもせっかくね、はい。来てもう肌トンネルの目の前の方まで来てたのに行けなかったので残念なので、もしよろしければアミさんにその肌トンネルにまつわる怖い話とかありましたらぜひ聞きたいなって思ってるんですけれども。全然なんか結構ありますよ。あそこは僕結構印象に残ってる話が一個あって、はい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 。でこの話っていうのが、やっぱりそういう場所なので、はい肝試しで訪れた若者の話になるんですよね。はいでこちら方面にお住まいの方が、やっぱりね免許取り立てでそういうとこ行くんですよね。みんな行くんですよね。で来たらしいんですよ、この肌トンネルに。はい。で肌トンネルってね、今もちろんトンネルの大きさ自体もそんな大きくないし、車が入るようなとこでもない、なのでもちろん徒歩で入るんですけど、電気がないんですよ。だから暗いんですよ。で来て、で中入る。でこれせっかく暗いんで雰囲気作りでみんなおのおのの明かりとかじゃなく、先頭歩いてた一人だけが小さなライトで足元を照らすんですよ。でもなんとなく暗いなりに向こう側、トンネルの出口が向こうの方に見えるんですよね。そこそこ長さはあるけどゴールが見えてるから、そこに向かって足元だけ見てればなんとか行けるはいけるんですよ。でそんな風にして先頭の彼のこのライトだけを頼りに4人で行く。でこれを楽しんでたんですよ。でせっかくなんで話とかもあまりせずに、なんかこのシーンとした感じとかジメッとした感じ、暗い感じ、闇を楽しむというか、そういう感じで言ってたんです。でこの話してくださった彼は、その先頭の彼の右後ろらへんにいたんですよ。でそのまま歩いてた時に普通にあっっていう瞬間があったんですよ。でパッて横見たんです。でももちろん何も見えないです。これなんでかっていうと、正面向いて歩いてたら視界のこの辺、トンネルのちょうど壁の手前ぐらいですね、なんか見えたような気がしたんですよ。なんか白いのいたな。でも見てみて何もないんで、そんなわけないかなんて何歩か歩いた時にまたこの辺に見えて、はっと思ってパッて見た。でもいないんですよ。でも2回目だからさすがになんとなく分かったのが、それ女性なんですよ。女性がそこに体をこっち向けて立ってるっていうのがなんとなく視界のこの辺なんですけど分かったんですよ。で歩き出して結局反対側の出口を出たんです。そこまで行くと月明かりもありますから、ある程度お互いの顔も見えてみたいなことをやってると、トンネルの中でね、自分の左隣を歩いてた友達がトントンってやってきて「女だろ?」って言うんですよ。えっつって「女だろ?」おお見た?」って言うと「見た女だろ?」って言うんですよ。その友達にはどうやら見えてたみたいで、じゃあ自分がこの辺で見たあれは見間違いだったわけじゃなくて、本当にじゃあ誰かいたのかなって思った時に、その友達が「いやいや足元しかライト照らしてないでしょ、真っ暗でしょ、見えるわけないんだよ」って言うんですよ。でも2人ともはっきりと見えた上に女っていうことまで分かってるんですよ。それがむちゃくちゃ怖い。うわー、そういう体験しちゃったんだっ
って思うんですけど、で次の日普通に過ごしてたんです。でなんとなくね、午前中ぐらいから感覚はあったんです。なんか首の骨にかゆいな。で気にしなかった。でも昼ぐらいになってくるともうなんかちょっと熱いぐらいになってきたんですよ。だからまたなんだろうなと思ってボリボリしようと思って触った時にうわってびっくりしたんですけど、なんかちょっと膨らんでるんですよ。で洗面所のところ行って鏡でパッて見たら、なんかこの発疹みたいなのがブツ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 って何個もできてるんですけど、結構大きいんですよね。うわ嫌だな、なんでこれと思ってたら、もうなんか触るだけでちょっと痛いんですよ。でうわどうしようどうしようと思って、うわ皮膚科かとかって思ってた時に、前の晩の記憶が蘇ってきたんですよね。すごい怖くなってきたんですよ。こっち側に女がいるかもと思ってパッと振り返って、あの時って見えただけじゃなくて、その人が手を伸ばして触ってきた感覚があったんです。それがここだったんですよ。その場所が今こうなってるから、もちろんねたまたまって言ったらそうかもしれないんですけど、いやこれは結びつけちゃいますよっていう話です。ありがとうございます。大体その見えて終わりじゃないですか。とかは多いですね。そうなんですよ。なんか見えて怖かったねって言って帰るみたいなのは聞いたことあったんですけど、まさかそんな愛を抱えるまでの重い本音みたいなのがあったのがちょっともしかしたらね。ないですね。これ。より行きたくなりましたね。本当にそうなんですよ。行ける、いつか行きたいけど無理そうですね。いや本当こうしてまたメジャーどころが一つ失われましたので、いや本当にいつまでもあると思うな親と心霊スポット。ごめんなさいごめんなさい。ここが3階なんじゃないの？遺体が見つかった。高山税明王院。お願いいたしいきます。せーの、オカルト部。ということで今回はありがとうなゆみさんに来ていただいております。よろしくお願いしまありす。がとうございますお。願いします。はい、今回回るところはですね、大江田地下道と呼ばれている場所でございます。ここはですね、地元では結構な有名な心霊スポットと言われているそうです。うつむき加減の白いブラウスを着た女性の霊が、出たりとか、女性の霊とはちょっと関係が分かんないんですけど、子供の霊がいるとか、あとは夜に地下道を歩いていると足首をつかまれるなんていう噂があるので、ちょっとそれをね、検証していこうかなと思います。ちょっと以前に来させていただいたんですけども、すごい全て来たことがあるといえたまたまね今回のところさせていただいたんですけど、これやっぱり見ての通りとても可愛らしい感じに今はね、なってるんですけども、そうじゃなかった時代、すごくいろんなお話が生まれた場所なんですよ。だから確かに雰囲気はすごく可愛くなったし、とてもいい場所なんですけども、じゃあそこに滞ってるものとか溜まってるものはどうなったのかっていうと、まだいるんじゃないかなとは思ってます。ちょっと危機感を持って頑張っていきましょう。あそこのミラーとかもこっち側じゃなくて、これ反対側に行くじゃないですか。反対側にも同じようにミラーあるんですけど、普通に向こう側から歩いてくる人影が映ってるから、出会い頭ぶつからないようにしたら誰もいなかったっていうのがあるんですよ。すごくないですか？そういうやばいですね、ここ。なんか匂い、空間的に感じですね。地下ですか？ここからね、女性が現れたり、足首つかまれたりするという。自転車で来てるような感じがしますよね。チャッチリみたいな。両方から聞こえますね。挟まれた。やめてください、殴らないでください。ここ
だ何かが来てるように見えるってことですよね。そうですね。やってみたい。やってみたい。何を？なんかこう来る感じでこのミラーから見てみたいなって思う。あいきます。なんかあれですね、ツボって人それぞれですね。声かけようと思ったら次の瞬間いなくなったとかがあるんですけど、ちょっとずつ近づいてたんですよね。なんでこういうこと言うんですか？ちなみにどこにいたかちょっと私立ってきます。え？でも本当に怖かったです。距離感的にもだんだん近づいてくるのが本当に怖く見えるんですね。このミラーから。それでまだたら誰もいないって怖いですよね。怖いですね。ちゃんと見えてるんですよ。このミラーには誰かがいるっていう。